はい、皆さんこんにちは。今日は、ポッドキャストなんですけども、カメラを回しながら撮ってみたいと思ってます。なんでかっていうと、この動画を切り抜いてインスタのショート動画としても上げたいなと思ってるので、ちょっとやってみたいなと思ってね、はい、いつも通りのポッドキャストの撮り方にカメラをつけてるっていう感じですね。今回ねお話ししたいなと思ってるのが、これ前から話したかったんですけど、教科書には載ってないけど日本人がめちゃくちゃ使う日本語っていうのをいくつかお話ししたいなと思ってます。やっぱり私、レッスンもやってますし、夫が外国人なんですけども、いろんな人と話している中で、これ日常的によく使うけど意外と意味知らないんだなとか、あとはこれ日本人めちゃくちゃ使うよねっていう話を、そういう生徒さんとかね、いろんな人と話してて、それをねたくさんメモしてあるので、これをいつかどこかで発信したいなと思ってたんですが、ポッドキャストでじゃあ話してみようかなということで、話していきたいと思います。スラングみたいな感じかな。でもスラングじゃなくて普通に辞書に載ってるような、ちゃんとした言葉もあります。はい。みんなもね聞いたことあるとかそういうの多いんじゃないかなと思います。ふと思った。ふとって聞いたことあります？これ一応 N3 なんですけど、これよく使うんですよね。ふとっていうのは、何にも考えてない時に突然考えがポンって浮かぶ時、ふと思ったっていう風に使います。例えばね、歩いてたらふと考えが浮かんだとか、ふと思ったんだけどとかね、そういう風に使います。これがね、私の夫が毎日日本語で仕事をしているんだけど、ふとって聞いたことなかったんだって。だから意外だなと思って、そうメッセージで来たらしいです。ふと思ったんだけどっていう風に来て、ふとってなんだって思ったみたいでね。はい。じゃあ次はちりつもって聞いたことありますか？これことわざで、塵も積もれば山となるってね。塵はゴミですよね。そういう塵もいっぱい積もれば山になるよっていうことで、小さなことでも積み重なれば大きなものになるよっていうことですね。で、それを略して塵積もって言うんだけど、これは、略しちゃってるし、あまりビジネスとか、フォーマルな場では使わないですけど、塵積もってね、結構使うんですよね。毎日ちりつもでも続けていけば将来大きな結果になるよとか、ちりつもでも無駄遣いが重なれば大きな出費になるとか、そういうふうに使います。次はね、苦節用。苦節用はこれも若い人がね使うかな。苦節用って癖が強いを、これもね省略して苦節用って言うんですが、癖が強いっていうのは、その人の個性とかキャラクターとかそういうのが強すぎることね。どっちかっていうと、ちょっとネガティブかな。癖強って言われたら、ちょっと厄介、めんどくさいみたいな感じがします。だから、あの人って癖強だよねとか、癖強な人が入ってきたとか、ちょっとね、ネガティブな感じです。はい。あとはね、地味に地味に。これもスラングの使い方があります。地味ってもともとね、派手の逆で、目立たないとか、そういう意味なんですけども、そことちょっと関連してるんだけど、目立たないけど、実はすごい大変なことっていう時に地味にを使うんですね。よくね、これもよく使うんだけど、地味に大変だよねとか、地味に疲れるよねとか、あの、この作業って地味に疲れるんだよねっていうのは、そんな派手な作業じゃない、目立たない作業なんだけど、実はすごい疲れるよねっていう時に地味にを使います。はい。あとはね、どっちもどっち。
どっちもどっちもね、よく使うんだよね。どっちもどっちっていうのは、どっちも同じくらいいい、または悪いっていうことです。これどっちがいいって聞いて、いや、どっちもどっちだな、みたいな感じで使います。どっちもいいし、どっちもいい、もしくはどっちも悪いな。比べられないっていう時にね、よく、はっきり言えない時に使いますね。これもだから友達と話す時かな。もちろん、職場で使うこともありますが、これとこれどっちがいいと思いますか？いやー、どっちもどっちですねっていう風に使います。はい。次に、どっちみち。これは、どっちを選んでも結果的に同じになるっていう時に、どっちみちっていうんですね。どっちみち大変だけどね、みたいな。どっちを選んでも大変っていう時ね、どっちみち。どっちの道でもっていう感じかな。はい。次に、ぶっちゃけ。これもひらがなで書くんだけど、隠さずに言っちゃうとっていう時ね。これぶっちゃけ言っちゃうけど、あんまり好きじゃないんだよねとか。ぶっちゃけ言うとおすすめしないですとか。もうはっきり隠さず言っちゃいますねっていう時にぶっちゃけを使います。これもだから、やっぱり友達との会話で使うし、でも、ビジネスでも、もうはっきり言っちゃいたい時ね、ぶっちゃけ言いますね。今お得ですよとか、そういう風に言う時もありますが、ぶっちゃけたくさんビジネスのあんまり言わない方がいいかもしれないです。はい。次は、元を取る。元を取るっていうのは、その自分がお金を出したり、何か自分が、労力を、使った分だけしっかり自分ももらいたい、得をしたいっていうことなんですね。例えば、食べ放題で元を取りたいとか、焼肉食べ放題で5000円払ったら、元を取るために5000円以上のものを食べる。そういうニュアンスで使います。あとは、たくさん遊んで元を取るとかね。ディズニーランドってめちゃくちゃ高いじゃないですか。だからその9000円、1万円分ぐらい遊ばないと元を取れないってね。ちょっとケチな考えですけど、はい、そういう感じで元を取るっていうのを使います。あとはね、ぼったくり。ぼったくり。これもひらがなで書きますが、ぼったくりっていうのは、本当の値段より、すごい高いお金を取られる。取ることですね。このお店ぼったくりだよとか、あの商品ぼったくりだよねとか、そういう風に使います。便利ですよね。なんか、こんなに高くないよねって言いたい時に、ぼったくりだよねとか、そういう言い方をします。はい。じゃあね、今日はこれぐらいにしとこうかな。ふと、ちりつも、苦節よ、元を取る、ぼったくり、地味に、どっちもどっち、どっちみち、ぶっちゃけですね。なんか他にも書いてあるんだけど、これなんだろうな。オタク言葉というか、ネットスラングみたいな感じの言葉。これまた別の機会で撮ろうかなと思ってます。ポッドキャストね、こういう感じでたまには、撮ってみるのもいいかなとは思うんだけど、カメラがあると緊張していつもみたいに話せないと思うので、基本的には音声だけでいくかなと思います。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。